魔法のクラフトへようこそ。思い出アーティストのポールです。今日はクロストゥマイハートのクリスマスコレクションホーリーアイビーをご紹介します。ワークショップキットにはレイアウト表がついてきます。これがいいんです。まずはじめにレイアウト表を分解しましょう。端っこに留めてあるホチキスの針を抜いてバラバラにします。使い終わったらファイルに閉じて保存できるので、レイアウトはやっぱり開いた方が見やすいし、何よりも折り目をつけるのが嫌なんです。なんでクロストゥマイハートが好きかというと、シンプルイズベストの精神。クロストゥマイハートのレイアウトはとってもシンプル。ページはあくまで写真のためのステージだから、背景が目立ちすぎてしまってはいけない。そう思いませんか？レイアウト表にはページの組み立て図とペーパーを効率的にカットするサイズが載っています。これがあるからとっても便利。とにかく図面通りにカットすればページが作れちゃう。本当にすごいんです。では早速レイアウト表に従ってペーパーをカットしていきましょう。先にすべてのペーパーをカットするいい点は、手順通りにペーパーをカットしておくと、後の作業がとってもはかどることです。これが最大の武器、時間の短縮につながります。特に1つのパッケージから6枚のページ作りをしようとすると、レイアウトを決める前にペーパーの配分などを先に考えなくてはいけないので、さらに時間がかかってしまいます。これができるのは上級者。はじめのうちはペーパーは図面通りにカットしてください。この方式もクロストゥマイハートのページ作りの特徴だと思います。とっても理論的。クラフトを始めましょうというと、クリエイティブで独創的じゃないとダメなのかしらなんて、全くそんなことありません。逆にそこを追求してしまうと、どうしても時間がかかってしまうので、途中で嫌になってしまいます。それはとってももったいないです。ペーパーのカットはレイアウト表に従ってカットしていきましょう。気をつけるポイントは、ペーパーによっては縦と横の向きを考えること。カットは自分のペースで図面とにらめっこしながらゆっくり切っていきましょう。ペーパーをカットするときにインチの読み方が分かっておくと便利です。魔法のクラフトでは初心者さんでも初めのうちは間違えることなく図面通りにカットできるように魔法のカットの方法を教えています。こちらは Zoom レッスンで教えていますので、よろしかったら一度ご参加ください。さあ、ペーパーのカットには30分ほど時間がかかります。慣れている人はページのセーブを考えながら作品作りと並行して一緒に作っていっても構いません。そのうち見ただけでだいたい何インチって分かるようになってきます。そうなるともう中級さんですね。上級さんになってくると、今度は図面通りに作るよりはオリジナリティを出したくなってくるので、そうなるとページ作りはもっともっと楽しくなってきます。でも作る時間は結構かかってきますね。その作る時間すら楽しめるようになる。ものづくりの楽しさは何年経っても何十年経っても無限です。
ペーパーをすべてカットしたら、プロジェクト1、プロジェクト2、プロジェクト3のグループに分けておくと便利です。さあ次にペーパーの組み立てをしましょう。のり付け作業です。のりをつける前にまずペーパーを図面に従って重ねてみます。魔法のクラフトでは SDGs 方式でプリントペーパーをセーブしながら作品を作っています。こちらを見てもらうとよくわかるのですが、レイアウト通りに作るとこのプリントペーパーを丸々台紙として使います。これに先ほどカットしたボーダーのペーパーを真ん中に重ねます。でもこうするとこのペーパーが半分以上隠れてしまって非常にもったいない。この鹿さんのペーパーが一番可愛いと思っているので、しかもこのペーパーの裏面は一度も活躍する場面がないんです。これはペーパーもかわいそう。さらにその上にこちらのグレーの四角いペーパーを重ねます。ペーパー界の SDGs 的にはこのプリントペーパーを台紙として使うのはちょっともったいないなと思ってしまいます。そこでレッスンでは重なる部分をカットするのですが、少し説明が難しくなってしまうので個人的に対応させてください。ブログや公式 LINE からご連絡をくださるとカットするサイズを書いた図面の PDF を送ります。今回はレイアウト表のままページを組み立てます。レイアウト表の位置を確認したら、カットしたペーパーを図面通りに貼っていきましょう。写真のスペースを作りましょう。手元に写真がないときは付属の写真用ペーパーを使ってください。写真があるときはそのままで OK です。レイアウトの位置には 6×4 のアメリカンサイズ KG サイズの写真が入ります。もちろん L 版でも 2L 版の写真でも構いません。このページは1枚の写真がフォーカルポイントとなるメインのページになります。このレイアウト2には 3×4 インチKG サイズの半分の大きさの写真が4枚入ります。もちろんこちらも写真によって変更することができますよ。写真を後から入れる場合でもこの写真用ペーパーを貼っておくととっても見やすいでしょ。ではここで少し休憩してペーパーアクセントをくり抜きましょう。ペーパーに番号が書いてあるのでプロジェクト1、2、3に分けて保管しましょう。今回の作品はたくさんパーツがあるので混ざってしまうと少し面倒です。本当に触っただけでポロッと外れるので気持ちのいいくらいに簡単。テレビを見ながらできる作業ですね。この飾り用のペーパーもプロジェクトごとに分けておくと後の作業がとってもスムーズに進みます。特に机の上のごちゃごちゃ問題もかなり解消されます。どこ行ったと机の上を掘り返さなくても済むかな。ページ作りをしていると本当にどうしたのっていうくらいに机の上に材料がどんどん積み重なっていく。そうなると後片付けも大変ですよね。さらにプロジェクト1、プロジェクト2、プロジェクト3の材料と一緒に分けておくと
外のカフェでちょこっとクラフトとかかっこいいこともできちゃいます。子どもの習い事の待ち時間なんかもクラフトタイムに大活躍することもできちゃう。クラフトを通した新しいママ友もできそうですね。最後に組み立てましょう。レイアウトの図面を参考にしながら小物をつけていきます。写真の周りに飾りが来るように、立体的にするときには 3D フォームテープを使って盛り上げると効果的です。ここがページ作りの山場かな。一番楽しいところでもあり、結構苦労するところでもありますね。でも今回はワークショップキットのレイアウト通りに作ればいいので、ストレスフリーなページ作りができますね。写真の周りにお花を生けるように葉っぱのパーツを重ねていきましょう。色のトーンが統一されているので心地の良いページが仕上がっていきます。こんなに小物のパーツをつけてもごちゃごちゃしない、まさに魔法のようなページ作りです。これだからクロスマハートのデザインは最高なんですよ。これだからやめられない。ページ作りのビデオを作ったのですが、作る手順を話しているだけじゃ面白くないかなって。1時間以上あったビデオですが15分にまとめてみました。きっと皆さんはレイアウト表を見ただけで簡単に出来上がっちゃうかもしれませんね。今回はスピリットだけお伝えすることにします。だってページ作りは誰かと一緒に作ったり、一人の時間を楽しんだり、それぞれの作り方の形があると思う。今回はクロストゥマイハートのスクラップブックのワークショップキットを使ったページ作りを簡単にご紹介しました。魔法のクラフトではクロストゥマイハートの製品を使ったページ作りも行っています。アメリカンペーパークラフトの素敵な世界をこれからも楽しくお届けします。よろしければ YouTube のフォローお願いします。またブログの方ではここで語りきれなかったクラフトへの熱い思いを綴っています。よろしければ遊びに来てくださいね。あなたの写真も素敵なステージに。Thank you for watching. See you next time. Bye bye.